大学は何学部でしたか？ DJ を始めたきっかけは何ですか？どうやって？特技電車の乗り換えってか、私過去の動画見るの大っ嫌いなの、マイルズと来たかったなこんにちは、上野ありさです。今日はちょっとなんかリングライト的なねライティングなのでチープな映像になってしまうんですけど、すいません。今日は Q&A をやっていきたいと思います。テンションを上げていきます。今私絶賛結婚式準備で病みがちですはい、ということで毎回ねたくさん質問ありがとうございます。今回も30分でタイマーをかけて用意スタート。スタートです。はい、じゃあ、いつも通りこんな感じですね。こうやってロードしてもずっとこうやって質問が来てます。ありがとうございます。わーお、まだ続きます。はい、じゃあ一番下まで。これさ、一番下に行くから途中の人たちがいつも拾えないのかな。これだけたくさん送っていただいてるので、もちろん毎回多分拾えてない方も未だにいるんじゃないかなと思うんですけど、懲りずに毎月送ってくれるとこの企画がちゃんと続けられるので嬉しいです。ということで、じゃあ早速拾っていきます。もしワンちゃんと暮らすならどの犬種がいいですかということで、私は、実家にはダックスフンドティティがいるんですけど、もともとティティの前には雑種コリー系かな、シェットランドシープドッグ系の犬が犬種が入ってた雑種のワンちゃん、大型犬飼ってて、で大人になってからアレルギーが出ちゃったの。実家を出てからアレルギーがひどくなっちゃったので、今はもし自分が犬を迎えるとかなったらプードルが混じってる、それこそマルみたいなドゥードゥルとか、プードルが入ってると毛が抜けなくてアレルギーが出ないので、プードルが混じってるワンちゃんがいいなと思います。アリサさんの使ってるアイクリームまた教えてくださいということで、私はアイクリームは今ソルファスのものを使っています。あと SK2 のローラータイプも使っています。あとデコルテの美容液、アイクリームじゃなくてアイセラムはデコルテのものを使っています。大学は何学部でしたか？私は今経営学部ですが、外国語大学は何学部でしたか？私は今経営学部ですが、外国語学部にしていけばよかったなと後悔しています。私英語英文学科だったから、英語をメインで勉強してたんだけど、経営学部行って別に語学はサイドでできるから大学で学ばなくてもぶっちゃけできるかなって私は思うので、経営学部でいいんじゃないかな。私は経営とか逆に学びたかったなって思うね。英語を学んだけど英語これが大学じゃなくてもできたなっていう気持ちはあるので、他のことを勉強しててもよかったかもなと思います。いいんじゃない？大丈夫だよ。他の別に英語とか他の外国語ってやろうと思えば大学じゃなくても勉強できるけど、経営とかってコース取ったりとかいろいろ大変だと思うから、もし大学で勉強しなかったら経営のことたくさん、あと大学学部云々もそうなんだけど、やっぱり学びたくて行くっていうよりはなんか学生の時間が長く欲しいから、私はそれで大学行ったんだけどとかもあるけど、やっぱり授業ってかなり身につくから、私比較的授業聞いてた方ってか、学校の子たちみんな結構聞いてた感じだったんだけど、女子大だったし、授業って本当に大人になったらね、大学で教わることなんて一つも教われないので、知識として授業をちゃんと聞くのはすごくいいと思います。これ明るくなってる。DJ を始めたきっかけは何ですか？どうやって練習したのかも気になります。今日口が回りませんということなんですけど、私はもともと DJ は19ぐらいの時に練習し始めて、だからもう15年前だね。で20歳のお誕生日、自分のお誕生日会をクラブでやって、そこでお披露目みたいな感じだったんだけど、きっかけはもうほんとクラブが好きで、その時って18歳から行けるクラブが結構多かったので、クラブがすごい好きだし音楽も好きで、自分で流したい曲みたいな、そんな安易な考えから DJ のお友達に教えてって言って、オープン前のクラブとかで練習させてもらったり教えてもらったりとかして学びました。であとはもう私の師匠が場数を踏めっていう人だったので、友達のイベントとかにたくさんブッキングしてもらって、もうイベントでぶっつけ本番っていうか、そんな感じでやってって、だから DJ としてがっつり活動してたのは本当10年ぐらいは結構がっつり DJ としても活動していて、それこそ海外とかで DJ させてもらったり、フェスに出させてもらったりとか、曲出したりとかいろいろやったんだけど、コロナを機にそもそもクラブに私も行かなくなったから、クラブ DJ を一切もうやらなくなってっていう感じで、今はイベントはDJ してるけど、それ以外は結構減らしているというか、クラブのオファーは基本的にもう今お断り、イベントにもよるんだけどしているような感じなんだけど、そんな感じでやっています。
嬉しい。結婚式楽しみですね。ありさちゃんの幸せはみんなの幸せ大好きだって。ありがとう。そうですね。本当に先輩花嫁さんたちからみんなからね意見をいただいて、それを参考にしながら今プラン立ててて、もうね1ヶ月前の動きじゃないんですね。これ本当に 2,3 週間前に会場決まったので、そっから超特急で招待状作って、招待状も自分で作ったから招待状作ってとかやって、で私明日からヨーロッパでしょ。だから今パッキングしながらジムも行かなきゃだし、体作んなきゃだからジムも行きたいし、パッキングもしなきゃだし、結婚式のこともやりたいしみたいな。やばいよ、私普段からこんなにスケジュール鬼詰め女じゃん、仕事でね。これに結婚式入ってくるってみんなどう思いますって、本当にできんのかな。りささんの気持ちが落ち込んだ時の切り替え方法を知りたいですということなんですけど、私は、落ち込んだら基本的に向き合う、その落ち込んでる気持ちと向き合うようにしてるかな。もうやだみたいな。でも私の落ち込み方って多分みんなと違くて結構浅めなのね。なんか大きな出来事がない限り、本当に決定的に病むような出来事とかがない限り、結構やだしょぼんぐらいの感じだから、しょぼんしょぼんみたいな感じでソファーのここでって寝っ転がって携帯とかいじってると、結局なんか面白いリールとか出てきて笑っちゃって、悩んでたこととか病んでたこと忘れてるとか結構多いから、その気持ちと向き合うのは悪いことじゃないから、ただなんか向き合う時間は短くていいと思う。解決方法を探ったり、解決方法がないんだらなおさら悩んでも無駄だから他のことしたりとか、その悩みっていうものがちゃんと明確じゃないとこっちに村もアドバイスがしづらいところではあるんですけど、そんな感じですね。わあ、これ超リアル。22歳の時貯金はいくらぐらいありましたか？マジで覚えてない。22か。22って大学でしょ？なかったよ貯金なんて。大学卒業してでもフィグ始まってんのか。フィグが21の時だから、いやもうないね。あって30万とかあったのみたいなぐらいだと思うよ。わかんないけど、全然覚えてないけど100万はなかったと思う。ちょっと遠い記憶すぎてなんですけどね。ラネージュのリップどうやって塗ってますか？スパチュラしまうところに迷ってて、もう爪です。普通に爪か指で食って爪をスパチュラ代わりにしてこうやって塗ってる。スパチュラはほぼドレッサーには置いてあるからドレッサーで塗るときは使うけど、普段外とかリビングとかで使うときはもうスパチュラは使えません。持病の治療の関係で長期間の旅行に行けないので、ありささんの海外 Vlog で一緒に旅行に連れて行ってもらってる気分で見ています。いつも世界は広いんだよってことを教えてくれてありがとうございますって。そんな風に言ってもらえて嬉しいです。なんかブーブー文句言いながらでもこう Vlog を回してこうやってなんか嬉しい楽しい気持ちになってくれたり、一緒に旅行した気分になってくれる人がいることはすごく嬉しいしね。持病が何なのか分かんないけど長い旅行に行けないっていうことは大変なのかな。なので少しでもね良くなってくれたらいいなっていうのと、少しでも気持ちが明るくなってくれたらいいなと思うので、もう明日からのヨーロッパでもたくさん私も今回初めての土地に行くのでいいところがいっぱいあるなっていうふうに思ってもらえるような動画を撮るように頑張ります。転職活動で特技を聞かれて困りました。りさちゃんは特技を聞かれたら何て答えますか？私はもう英語って言うしかないよね。得意ではないけど喋れるから日本だと一応英語は特技に入るかなっていう感じで、ウケるのが私の友達は特技電車の乗り換えって書いてるね多分相当スムーズに電車乗り換えるんじゃない？もうその子電車乗らないんだけど、それが結構覚えてる。あと私スケジュール管理結構特技っていうことが多いですね。分刻みのスケジュールをバランスよく詰め込むのがすごく得意なので、スケジュール管理も得意です。すごい質問じゃないのですが、ありささんが大好きで憧れて YouTube 全部3週くらい多いと10回以上見てます。笑い見すぎてなんていうか覚えるぐらいです。これからも応援してます。マジありがとうございます。私過去の動画見るの大っ嫌いなのね。例えば今日この動画を撮って1ヶ月後に見るのは全然平気だけど、3年後この動画絶対見たくない。なんか話し方とか髪型とかメイクとかもその時の気分で全然違うし、キモいキモいっていうか
なんか恥ずかしくてあんまり昔の動画とか見れないんだけど、特にこんなにがっつり YouTube やる前とかって結構なんか恥があるっていうかさ、こうやってカメラに対して一人でペラペラ喋るっていうことができなかったから、なんかはい今どこにいますとか超ちっちゃい声でさ、なんかぎこちない感じの YouTube ってそれとか消そうかなとか思ってたんだけど、とりあえずいっかと思って置いといてんだけど、そんなのまで見てくださって3週って相当な本数あるからね、ありがとうございます。とっても嬉しいです。もうどんどん何週もしてください。週2で投稿頑張ります。なんかあとさ、最近 YouTube の更新回数多くて嬉しいみたいな結構コメントで来るんだけど、私この2年ちょいずっと週2で変わらずやってるんですけど、それはなんでなの？おすすめとかに出てくる回数が増えたってこと？最近で2年半ぐらいわかんないけどやってんだけど、なんでなんだろうそれ言われるの。英語を見るときは字幕ですか字幕なしですか？心の中とか夢の中では英語と日本語どちらですか？そんなじゃないよ。全然字幕ありで見るし、例えばなんかアメリカとか行ってて日本語字幕がないやつとかだったら英語字幕で見るかな。聞いてるだけだと集中力切れちゃって、やっぱ目で追ってる方が頭に入ってくるっていうか、だから英語でも英語字幕はつけて、夢はもうぶっちゃけ登場人物によるかも。なんか海外の友達とかでできたら普通に英語喋ってるし、考え事とかはもちろん日本語だけど、運転中とか英語で暴言吐いたりしてるしたりとか、だから人にじゃないよ、自分で車の中であーっていうの言ったりとかしてるけど、英語をよく喋ってる期間の後とかってやっぱ英語の方がすんなり出てきたり、あと海外のお友達と喋るって時って、例えば韓国人の友達で英語が話せないのに伝えようって思う時に英語が出てきちゃったりとか、わかるかな？相手は韓国語と日本語ちょっと、例えばヘリョンとか、ヘリョンは英語ちょっと喋れるんだけど、日本語じゃない言語ってなった時に必然的に英語がパッて出てきちゃったりすることはあるけど、私も別になんかペラペラってか喋れるし、特に困る思いもしないぐらいは喋れるけど、なんか専門的なこととかよくわからんし、全然超間違った英語とか喋るからって感じです。そんななんかバイリンガルですマイルズみたいな感じじゃないからです。マイルズさんは結婚式はこうしたいとかの意見がありますか？特にないですね。あんまりお金をかけないでっていうぐらいで、特に意見はないっていうか聞いてもない。私はマイルズはどうしたいとかほぼ聞かないで私が進行しております。仲いい友達でも一緒に旅行に行くのが苦手です。一人が楽で、アリサさんはそういうこと全くないですか？私はほぼないかな。一人ってめっちゃ楽だよね。けどやっぱ大人になるにつれて旅行も別部屋がいいなとかはちょっとあるけど、友達と旅行行くってなったら同じ部屋だけど別のベッドがいいはすごくあります。いくらカリフォルニアキングサイズとかのでっかいベッドでもベッドの隣に誰かいるって気使っちゃうんだよね。だからせめてこうツインとかで泊まりたいなとかはあるけど、それ以外は特にないかな。逆に私がみんなを疲れさせちゃってる気がするから申し訳ないなとは思うんだけど、私がすごく旅行中アクティブなのでそのくらいかな。年齢イコール彼氏になり23歳、自分って普通じゃないのかなと焦ってます。どうすればいいですか？普通とか普通じゃないとかないし、23歳なんて余裕ですし、私も19歳まで彼氏できたことありませんでしたし、19歳で付き合った人には2ヶ月半で振られましたし、でその後付き合ったのがマイルズなんですけど、それもう25の誕生日とかぐらい、25になった時とかなんで、もうほぼ同じようなもんなので、私もなので本当に気にすることないし、彼氏がいっぱいいたからって何も自慢できることじゃないって私は思っててこれは私はあなた側サイドの人なので、そういうちょっとひがみみたいな感じで聞こえてしまうかもしれないんですけど、世の中の人には。でもなんか付き合ってる人数が今この大人になるとそういう話とかってないんだけど、若い時って元彼何人何十人とかさよくあったんだけど、私がそれ何度か動画で話したことあるかもしれないけど、なんかの本かなんか引用みたいなので見たのか分かんないけど、元彼の数って人間関係に失敗した数みたいなっていうのを見て、そうじゃんみたいになったのじゃーんみたいな。それはちょっと極端っていうかすごい強いワード、パンチワードだけど、全部が全部そういうわけじゃないんだけど、私は彼氏がほぼ恋愛経験がないこととか恥ずかしいなとか思ってたけど、確かにみたいな。だって人と人としてぶつかり合ってるわけじゃん、付き合ってる時って全部さらけ出して、それでうまくいかなかった事例がこんだけありますよって話だから
ごめんね、もしこれ20人とかさ30人とかもっと元彼がいる子たちもきっと見てるだろうから、なんか今までそんなこと思ったことなかったのに、なんかすごい傷つくようなことを言っちゃってるかもしれないから、本当にそうだったらごめんって感じだし、それはもうただこっちサイドの人間からの意見なので、本当にスルーで全部の思い出を大事にしてほしいと思うんですけど、だからもうそう考えたらどうです？一度も人間関係失敗してませんよ。まだ始めてもないかもしれないんだけど、もう本当に23歳で彼氏いたことないは全く焦る必要ないと思う。結構私さ、25ぐらいまでのそのアメブロとか見てくれてた子たちとかは、私イコール彼氏いないみたいな、みんなが定着してたから、ずっと彼氏いないファン層みたいなのが一定数いて、そういうこととかもよく相談に来てたんだけど、もう全然大丈夫です。ケンチャナです。なのでマイルズみたいな素敵な人にね出会えるかもしれないから、別に無理して一回別にじゃあ無理して付き合いたいなら付き合ってみてもいいけど、だったらなんか絶対に大好き付き合いたいっていう人ができるまで待った方がいいんじゃないと私は思うけどね。私の個人的な意見ですけど。はい、意外とあと7分。すごい、これ面白い。旅マウントってご存知ですか？今大学生なのですが、長期連休にどこの国に行くのかで数ヶ月前から張り合ってくる文化のようなものがあって、アリサさんはこの旅マウントについてどう思いますか？マウントを私の周りの人たちは張り合うんです。すごい、こんなのっていうかさ、このご時世でさ、こんなに旅行がある、航空券も高くてさ、ある程度お金持ってる私もさ、航空券高いな、どうしようみたいな、高いって思う中だから、今の大学生とか本当に大変だな、旅行行くのみたいな。私は大学の時はもう好きあらば旅行に行って、めっちゃ安かったからね、その時めっちゃ安かったから、ツアーとかパッケージツアーみたいなやつとかで旅行行ったりとかしてたんだけど、今ってそれが高くてできないな、かわいそうだなって思ってたけど、みんなお金があるんですね、このご時世。そんなのでもいちいちこの方は言うマウントに乗っからないんだろうけども、ほっといたらいいんじゃん。なんか言わせといてあげたら、別にもうほんとマウントって意味なさすぎるし、誰も気持ちよくない。言ってる人は本人は自信がないからそういうマウントを取るんだろうけど、なんか旅のマウントがうんぬんっていうより、そのマウント自体が結構だるい感じだよね。それは本当に。でもマウント、最近周りでマウント取る人いないな、そう考えてみると。それも年齢なのかな、わかんない。年齢じゃないのにマウントって別にさ、上の人たちでも取る人は取るだろう。もう気にしないで行きたいところに行って、乗せたいものを乗せて好きなようにしたらいいですか。大学のお友達たちも言うてあと数年の付き合いかもしれないのでね、顔を合わせるのはそっからは選べばいいです。付き合う人はやばいんだけど、じゃあちょっともうピューンってやっちゃうね。お仕事変えたいけど子供もいるし、今の安定してる仕事の方がいい気がして一歩が踏み出せない。これはなんかもう具体例がなくて結構難しいんだけど、これをパッて見た時に結局どちらが重きを置くのか、自分がこの仕事が嫌だっていう気持ちと、この安定した仕事を続ける子供もいるからっていう、これは完全に天秤スタイルだと思うな。天秤にかけた時に仕事を変えたらどういう可能性があって、どういうメリットがあって、プラスどういうデメリットがあるのかっていうものを、例えば紙にプロコンって感じだよね、長所と短所を書き出して、仕事を続けた場合の自分のストレスだったりの長所短所を書き出していった時に、絶対的に数に差が出てくるのね。それが同じような感じだったら、そこはもう一回ちょっと旦那様とかと相談したり、もしシングルとかだったらお友達に相談したり、どう思うっていう風に人に頼ることはすごく大事なことなので、頼ってみたりとか、あとはその書いた時に多分自分の主観がこう紙に書き出すと入ってくるから、そうなった時に私完全にもうこっち向きじゃんっていうのが分かってきたりすることがあるので、だから2つで迷って決めらんないなって時は、その長所と短所それぞれのを書き出してみると、自分がどっちに行きたいのか、どっちに行きなよって人に言ってほしいのかっていうのが目で見えたりするから、それをやってみるのがおすすめです。アリサさんがやったことあるスキアピ教えてください。私もうわかんない、なんですかね、スキアピ。私告白しちゃう、アピールができないからもう口で言うしかないんだよねだからでもマイルズの時はでも24時間ずっと連絡取ってたんだよね、毎日。付き合う前1ヶ月ぐらい。でも会いたいなとか言ってたよ。会いたいな。あと何言ってたっけ、マイルズと来たかったなわかんない。でも私じゃないね、これ聞く相手。私そういうなんか駆け引きとかもできないし、素直でいれば結果がついてくるって思ってる女なので、ダメだよこういう風に言わなきゃみたいな、そういう駆け引き系女子とかには結構怒られがちなんですけど、いやいやだって遠回し
に行ったところで言いたいことこれなんだから、もうこう言った方がよくないみたいな。で遠回しにしてこれが結局バレたら、バレるぐらいなら自分からの口から言わせてくれよみたいな。わかんないけど、スキアピーわかんないけど、なんかスキアピーって考えただけでちょっと顔がずっとニヤニヤしちゃいます。かわいい。なんか観葉植物の質問が2件ぐらいさ、別の人が来てて、観葉植物のおすすめショップが知りたいです。観葉植物は何か育ててますか？私ね、一時期めちゃくちゃ観葉植物に凝ってたんです、前の家の時で。いろんなとこ地方というかちょっと遠いところまで買いに行ったりとかしてたけど、結局今すくすく育ってくれてるのはモンステラだね。モンステラは圧倒的に育てやすい。なのでモンステラは、でもこれコストコとかで買った。でもどんどんぐんぐん伸びていくね。で外にもモンステラが1個あって、1個これなんだっけな、忘れちゃった。あとサンスズベリアもすごく育てやすいし、でも開けることが多いから家を、それでも育つような子たちを、だからちょっと多肉系のものとかだったりとかを育てるようにしてるけど、安いお店ちょっとごめんなさい、今出てこないね、パッと。しばらく観葉植物買ってないので。でも楽天とかで普通に買っちゃってた。コストコとかそれこそねってやってます。じゃああと2問ぐらい拾って終わりにします。いつかカフェを出したりしないですかということなんですけど、私コーヒーが大好きすぎてカフェを出すことを検討したんですね。っていうような計算わかんない。これさ、カフェってマジで儲からなくない？何なの？どうやって成り立ってんのかがわかんない。まあ食事とかスイーツとかを出すとか物販するってことだよね。マーチ売ったりとか。けどさ、コーヒーだけで考えた時になんか計算してたの、1杯700円でしょみたいな。1日じゃあ客単がいくらで、お客さんが何人来たとして何時から何時まで開けて、みたいな、人件費と家賃でこれ上がりいくらよ月にみたいな、一人でそういう計算をしてたの。自分が毎日行けて美味しいコーヒー飲めて、なんか好きなような空間作って日当たり良くてみたいな感じのところを作りたいと思ったんだけど、ちょっとなんか上がりがなさそうで負担になりそうなので一旦やめましたはい、じゃあ最後の1問いきたいと思います。じゃあこれにしよう。オリアンでリピートしている商品を教えてほしいですということで、リピートしてるのはスポンジ、フィリミリの水分を含ませるスポンジと、あとバイオダンスのパックはめちゃくちゃ良くて、ぶっちゃけリピートしないのなんでかというと、ブランドさんがね載せたらすごくたくさん送ってくださって、なくなったらまた買うんだけど、だから韓国で友達と一緒にいたら何買えばいいってよく聞かれるんだけど、絶対にバイオダンスのこれ超いいから買いなっていうのを言ってて、あとオリアンでリピート、フィリミリと、あと何リピートしたてか逆にさ、みんなに聞きたいんだけどさ、ウォンジョンヨさんのさトナーパッドあるじゃん。前も言ったかもだけどさ、あの素材がめっちゃ好きなの。でも家に7個ぐらいストック、もう用意ドンでタイマーとかかけて買ったりしてんだけど、あれと全く同じ素材のトナーパッドってどっかである？基本さ、なんかボコボコしてたり伸縮しなかったりとかで、オリアンとか見てちょっといろいろ買ってみたんだけど、やっぱウォンジョンヨンさんにかなうもんないんだよね、このあれが。でウォンジョンヨンさんだと保湿とかさ鎮静とかなんだけど、もっといろんなバリエーションのものが欲しいから、他のブランドで例えばビタミン C 系とかヒアルロン酸系とかなんかそういうので同じ素材のトナーパッドがあったら買いたいんだけど、なんかもし知ってる人いたら教えてください。ということで今日も30分間 Q&A やっていきました。本当に毎月みんなご質問ありがとうございます。でなかなかね本当に拾えない方々ばかりで申し訳ないんですけど、懲りずに毎月送ってくれるととっても助かりますし、この企画をね何度かやめようか検討したことがあったんだけど、みんなが結構一定数の方が Q&A をすごく楽しみにしてくれてるっていうことなので、そういう風なね意見がもらえることでこうやって企画も続けられるので、ぜひぜひ毎回コメントもお待ちしてます。というわけでまた次回のビデオでお会いしましょう。私は今からパッキングしてジムに行きますよ。もうすぐ10時、夜の10時ですけど、今からジムに行って歩きながら涙の女王を見てパッキングして明日に備えます。じゃあまた次回のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。